Hello everyone、宗藤ちゃんです。本日の動画はキャンパーの内張りを剥がして骨組みむき出しにしていきます。このキャンパーがこれからどうなっていくのか気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてください。よろしくお願いします。作業前の内装の様子です。後ろのダメージを直した時は必要な部分しか剥がさなかったので、ほとんどそのままですね。これ創造なんです。日本でいうレシプロ層なんですが、ご近所に住むフォロワーの方がヤードセルで見つけたものをプレゼントしてくださいました。ケンさんありがとうございます。トイレはコンポストトイレを使用したいと思っているので外してしまいます。下水タンクはシャワーのタンクとして再利用しようと思っています。台所のガス台、フット、シンクは再利用する予定です。画面の揺れがすごいですね。こちら側のパネルは型紙代わりにするので丁寧に剥がしています。
しゃー。なんか全部剥がしました。ですっきりしたんですが、やっぱり水漏れで。ほんまやね。ここね。ここは。何があった？ここがね、シャワーじゃない。トイレの、排気ってそのタンクから空気抜くための空気のパイプがここに突き刺さって、しかもこれここにあったキウイをぶち抜いてパイプ通してるからひどい。誰かがやったってことだな。いやこれ最初からだよ。最初からこういうふうにやっちゃってんの。設計ひどいね。っていうか施工がひどい。設計というより施工がひどい。そっち側じゃみんなでここは煙突、ここにヒーターとか、冷蔵庫があったその上の空気を循環させるためにここにあるんだけど、穴が開いてたんですね。でその周りはどうしてもやっぱ水が漏れやすくてもうボロボロね。だからこの2点がダメだからもうこれもう下がってきちゃってるの。こんな感じで下がってるわけ。もうこれなんかちゃんとしっかりやり直さないと。ここはもうだからそうだ、全部こことかもほらもう全然ボロボロやから、ここからここまではもう完全に、ここら辺までは完全に入れ替えて、色が違うしね、木の色がさ。まあこっちはまだね硬いの、色かびてるからあれだけど、まだこっちはこういうふうになったらもうダメだけど、中まで天窓ね、でこの木がもうボロボロだから、この周りのこっち側が重点的に水が漏れてきて、こっち側も漏れてんだけど、やっぱ水の量がこっちの方が悪くて長いことほっとかれてたからこんな感じになっちゃう。ここキッチンのいやキッチンの水道のためのエグゾースト、なんかそんな感じのやつがついてない。なるほど。木は大丈夫。ここは木は大丈夫です。ただ水漏れしてたから、そこはちゃんと水漏れしないようにしとかなあかんなっていうだけ。なるほど。次のステップはそれを全部直して、その後壁を張ってなんだけど、その段階になったらちゃんと中のね、どういうふうにするかも決めていかなきゃいけない。そうだね、決めていかなきゃいけないね。それは楽しみだね。そうだね。もうなおちゃんもそれ参加してくれないと困るからね。よろしく頼む。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。